にちは、ルコです。今回はマレーシアに住む私たちの部屋のルームツアーをしながらシンプルに暮らすために手放したものを紹介したいと思います。動画の後半に家賃も公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは玄関からです。このお家の玄関は外にあります。ここで靴を脱いで下駄箱に靴をしまってから家の中に入ります。靴が少ないので下駄箱の中はガラガラです。他の住居にはこのように柵がついているのですが、我が家にはなぜかついていません。なのですごくオープンな玄関になっています。それでは家の中に入ってみましょう。まずは玄関に入ってすぐ横に収納があります。少ないもので暮らしているので、こちらの収納もガラガラです。一番上の部分も開くのかと思いきや開きません。これは何のための板なのかとても気になります。玄関から3歩ほど歩いたところにもまた収納があります。ここには旦那のプロテインやキッチンのストック品などを収納しています。次はリビングの紹介です。この物件の家具はほぼ備え付けで収納がとにかく豊富です。夫婦2人暮らしなのですが、この4人掛けのテーブルでいつもご飯を食べています。このソファーにはゆったりするときによく座っています。こうやって座りながらゆっくりしたり、こんな風に足を伸ばすスタイルでも使っています。ちょっと行儀が悪くてすみません。このリビングで私たちが手放したものは2つあります。1つ目はマット類です。手放した理由は掃除や洗濯がとても大変だからです。マット類がないと足の裏が冷たくなるって思う方もいるかもしれませんが、今はダイソーで300円で購入したサンダルを履いて対策しています。2つ目はテレビです。もともと私たちはテレビっ子だったのですが、気がついたら世間の流れに合わせて私たちもテレビ離れが進んでいました。テレビよりも YouTube を見ることが多くなったことをきっかけに、一度テレビを手放してみることにしました。手放してから約1年が経ちましたが、テレビがない分部屋のスペースが広くなり、さらに自分たちの時間もテレビに奪われることなく有効活用できているので、手放してよかったと思っています。次はキッチンを紹介します。壁付けタイプですが、鏡張りなのでとても開放感があります。オーブンは埋め込み式で場所を取らず、キッチンスペースも広いので調理するのがとても快適です。収納は少し苦手なのでそんなにうまくまとまっていませんが、このように突っ張り棒を利用してボウルやお鍋などを収納しています。ここにはラップやポリ袋、クッキングシートなどが収納されていて、一番上には包丁やカトラリー類が入っています。物を増やしたくないので仕切りを使わず、今はある程度置く場所を決めてそのまま置いています。ここ
こにも突っ張り棒を使っており、フライパンを縦に収納しています。これはダイソーで買ったフックなのですが、3箇所留めてフライパンの蓋置きにしています。ちなみに調理器具はほとんど IKEA のものを愛用しています。キッチンで手放したものは水切りかごです。手放した理由は圧倒的にキッチンが狭くなる上にカビやぬめりなども出やすいので掃除も大変だったからです。代わりに IKEA の吸水マットを使っています。このマットなら折りたためてスペースが広くなり、洗濯も洗って干すだけなので管理がとても楽になりました。次はランドリールームをサクッと紹介します。ここを開けると備え付けのドラム式洗濯機があり、洗剤などは取りやすいように上の棚に置いています。キッチンに置くと狭くなってしまうので、ここには炊飯器や電子レンジを置くようにしています。また扉の裏側には収納スペースがたくさんついていますが、物が少ないのでここもガラガラです。次は書籍部屋に移動します。作業ができるデスクとシングルベッドがあるお部屋です。旦那が在宅勤務の時はこのお部屋で仕事をしていましたが、出社になってしまったので、今は友人や家族が来たようにウェルカムルームにしています。次はトイレ兼シャワー室を紹介します。マレーシアのコンドミニアムには浴槽がついていない部屋が多く、年中常夏だからなのかお湯に浸かるという習慣がないそうです。シャワー室はこんな感じで少し狭いのですが、特に不自由なく使えています。トイレは日本とさほど変わらないのですが、流すときはレバーでなくボタン式になっているところがちょっと変わっています。また窓があるのですが、網戸がついていないので DIY して網戸をつけています。網を張る作業は大変でしたが、虫を気にせず換気をできるようになりました。閉めるときはこの取っ手部分が突き出てしまうのが気になりますが、よしとしています。次に洗面台です。掃除を楽にするために基本的に浮かせる収納を意識しています。鏡の部分は開けられるようになっていて、この中にはスキンケア用品などを置いています。洗面室で手放したものはボディーソープ、ハンドソープ、洗顔ソープです。それぞれの用途ではなく兼用で使えるものに変えました。すっきりした空間ができ、さらにお財布にも優しいので手放してよかったと思っています。今はこのメディミックスの固形石鹸一つで兼用しています。インド発祥のアーユルベーダ石鹸で天然植物油が配合されており、保湿力が高くハーブの香りも良くて手放せません。最後は寝室です。作業デスクが1つとキングサイズのベッドがあり、どちらも備え付けのものです。この砂時計はインテリアとタイムウォッチとして購入しました。砂が落ちきるのは30分間なので、勉強や読書など集中したい時に使っています。寝具もすべて IKEA で購入しました。シーツの生地はコットンで肌触りや通気性など機能も良く、年中使えて、さらに洗ってすぐ乾いてくれるのが嬉しいポイントです。
枕も取り外し簡単なコットン 94% のカバーを使っており、枕本体は頭や肩など包み込むだけでなく冷感ジェルがついているので、ひんやりとして快適に眠ることができています。おまけにコンドミニアムについている施設もサクッと紹介します。まずはこちらのプールです。50メートルあり、毎日水をきれいに清掃員の方がしてくれるので気持ちよく入ることができています。プールの奥にあるのがジムです。ジムも多くの運動器具が設置されていて、24時間ではありませんが毎日利用できるのでとてもありがたいです。他にもテニスコートやバーベキュー場などがありますが、今回紹介しきれないのでここまでとさせていただきます。気になる家賃ですが、日本円で月7万5千円です。少ないお金で豊かに暮らしたい私たちにとってはちょうどいい家賃の金額です。今までいろいろなものを手放し、お金に対する価値観も変わりました。お金だけが幸せではなく、日々の暮らしの中に小さな幸せはたくさんあると思っています。その小さな幸せを感じることができる生活を今後も送っていけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。Too many times before